はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。現在朝の収録ということで、本日はですね、6月25日の、午前8時54分です。はい、6月25日水曜日ということは、皆さん多分僕の、30日連続チャレンジ、見てる方ならもう多分わかると思うんですけども、毎週水曜日と言ったら、はい、そうです。僕が、パーソナリティを務めている、おかえりホットステーションっていう番組の、日です。生放送日です。はい。おかえりホットステーションっていうのはですね、長野県東御市にあるコミュニティ FM の晴れラジっていうところでね、月曜日から木曜日、各曜日のね担当パーソナリティがいて、僕はその水曜日を担当しているということで、本日夕方5時からということで、今日はね基本的にはうちでできる仕事をちょこちょこやるぐらいで、どっか撮影行ったりとかはしないです。結構ねラジオをやり始めて、3年近くは経つんですけども、やっぱりラジオの日ってどこかしらそわそわしたりとか緊張してるんで、はい、僕結構ねこう見えてもビビりなんで、今日放送失敗したらどうしようとかね、そういうことを常に考えたりしてるんで、そういうところでやっぱりいろいろと仕事にね支障をきたさないように、しようっていうのが、午前中は台本を考えたりとか家でできる仕事をしたりとかしてます。はい。そんなこんなで、今日は毎回ね、どんな話をするかっていうよりは、僕がねラジオの台本を作るときに考えてること、特にちょっと音楽っていうかね選曲についてね話していこうかなと思います。大体ね台本を作るとしたら、トークの場所っていうのは大体決まってるので、聞いてる方は分かると思うんですけども、大体僕この時間はこういう話ああいう話っていうのをしてます。大体はで音楽なんですけども、リクエスト曲入れるところと入れないところでこだわってるところが実はありまして、僕選曲とか音楽かけるときに絶対ここにはリクエストは入れないっていう場所があるんですけども、そこはですね1曲目ですね。本日の1曲目と、6時台の1曲目、そしてエンディングはそこはもう絶対自分が決めた曲しか入れないようにはしてます。その理由をねまず話していこうかなと思うんですけども、まずオープニングの1曲目なんですけど、やっぱりオープニングの1曲目ってやっぱその日のなんていうんですか流れを作ったりとか、その日のテンションとか、基本的にはリスナーさんの方に向けてちょうど仕事が終わるんで、ちょっとね帰り道気をつけてくださいとか、ちょっとね帰るまで元気出していきましょう的な感じっていうのが表のあれなんですけど、裏テーマとしては自分自身が今日の気合を入れていく時間にしようかなっていう感じで、考えて選曲してます。なんでしっとりとした曲とかはあんまり入れないかな。たまに味変で多分彩花はこうね、やってくるだろうってことで考えてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、はい。でそこは1曲目は感じでやって、たまにね本当にごくごくたまにしっとり系は入れます。はい。天気だったりとか、気分とかそんな感じですけども、でですね、その2つ目、6時台の1曲目もやっぱり同様にやっぱり6時台っていうので、6時台も頑張るぞみたいな、僕自身のその気合を入れるところとか、中だるみしないようにとかっていう感じでこうバンといこうかなっていう場面であります。でですね、ちょっと話がずれちゃうんですけども、だいたい前6時からはですね、今日は何の日っていうのが一番のメインテーマなんですけども、多分このね動画が上がってる頃にはあれなんですけども、それがですね今日でラストなんですよ。で来月7月からっていうのはね番組改編のもあるのが大体7月とかなんで、そこでちょっとね、番組の内容も変わるんで、今日がねおかえりホットステーションの今日は何の日が、ラスト、僕が水曜日担当する日はラストということで、その告知はね番組中でもするんですけども、多分これ番組終わった後に流すんで、今のうちに言っときますけども、今日は最後っていうことで、6月25日何の日にしようかまだ決めてません。はい。その答えは番組後に分かるかなと思いますけども、それはねちょっと話がずれちゃったんですけども、で最後エンディングですよね。エンディングも本当に絶対に僕は入れないのはハードな曲とか激しめな曲とかアップテンポな曲は基本的には入れないです。終わるんでエンディングらしい曲、エンドロール的こうしっとりと
大体6時半に終わるんで、みんな、家帰ってゆっくりしてください的な感じとか、しっとり系とか、女性ボーカルとか、男性ボーカルでもなんかしっとり系の曲をかけてここは締めるかなっていう感じを狙ってます。はい。っていうのは僕の選曲に対する、3曲はもう絶対ここは自分が決めた曲しか入れないっていうのは決めてます。はい。そんな感じでこだわりというかそういう部分がありますけども、今日の6時台の1曲目は、これ今日ね、リリースされた新曲をねかけようかなと思います。その曲っていうかね、歌ってる人もそうだし曲を作ってる人もそうなんですけども、知ってる人で、面識ある方だし、いろいろとお世話になってる方でもあるので、そのね、曲作ってる人とか歌ってる人とかがね、久々になんか新曲出したんで6時台はその曲をかけようかなと思ってます。はい。誰かっていうのは曲を聴いていただければなと思います。本当にね、僕その歌とかあれなんですけど、聴いてる側なんで偉そうなこと言えないですけども、本当にねもう曲は曲でいいですし、曲に合ったリリックがすごくね僕には印象に残るんでね、本当に出始めの頃から知ってるんで、すごい楽しみな、人なんでぜひチェックしてください。はい、6時台ちゃんと聴いてください。はい、ということで、こんな感じで、今日はトークしながらも僕が大体ね台本作るときにダラダラしてるんで、ちょっとそれも動画で見せるのもどうかなと思うので、そんな感じで、やっていこうかなと思います。今日は前中後でやろうかな。なんか今日は朝の気分の話をして、中盤は行く時とか、始まる前は撮れないんで、ラジオが始まる道中の気分と、で最後は反省会ということで、今日はそんな感じでトーク意識でやっていこうかなと思います。本当に Day27 なんで、あと少しなんですけども、僕が結構ねなんか繰り返し話してるかもしれないんですけども、映像クリエイターがなんでラジオやってんのっていう思う人もいるんですけども、僕は本当にマジで逆だと思って、映像クリエイターだからこそそういうラジオでも声でも表現力を高めることってすごく大事だなと思いますし、映像クリエイターがなんで YouTube やってんのっていう人もねいないと思うんですよね、今の時代。だからその発信力とか、いろんなことをやってみて、僕自身の表現の場かなと思ってますし、毎回何回も言うんですけども、映像クリエイターであるんですけども、一人のね人間としてね活動していきたいなと思ってるんで、いろいろ僕も写真撮ったりとか映像作ったりとかいろいろやってるんですけども、ラジオもやったりしてるんですけども、やっぱり一人の人間としてなんか活動していきたいなと思ってる部分もあるんで、それが僕の全ての表現力なんで、はい。賛否あるかもしれないんですけども、僕はそのねクリエイターとしてなんで、表現者としてなんで、いろいろとちょっとなんか話がまとまんないですけど、そんな感じで、前半、今日の1日目の前半は、こんな感じで締めたいと思いますけども、次は中編をご覧ください。はい、皆さん、これ今中編ということで、これからねラジオ局向かうんですけども、そうですね、選曲がねすごく正直なとこ一番時間かかるんですけども、トークははいこうやっていつもね30日チャレンジでやってるんで、なんかしっかうまくつなげていければなと思いますし、あまりガチガチに考えていくと、台本ってあまり僕ガチガチに考えると台本読みになるのもあるんですけども、なんていうんですか、なんかミスった時というか、頭の中の思考がちょっとねってなっちゃった時に、ちょっとね台本通りに進めないと焦っちゃうタイプなんで、だから相手作らないでフリーな感じで喋れるようにとかしているので、あんまり台本ありきりじゃなくて、大体こういう内容を話そうっていうのはもう大体できてるんで、はい。そのために30日連続チャレンジのやってるので、本当にねこのラジオでのなんていうんですかね、アドリブをうまくできるようにやり始めたのが30日チャレンジなんで、30日連続チャレンジってやっぱりもう台本もないし、その場で感じたことを喋るような感じをしてるんで、感じたことを言語ができるようにやってるのが、このチャレンジで
もうじき30日経つんで、30日毎日欠かさずね、話してきたことというかやってきたことをね、うまくラジオで出せればなと思います。はい、正直ね、本当にね、この行くたびね、やっぱ緊張感はあります。はい、こう見ると本当に緊張するタイプなんで、本当に毎回ね、本当にね、こう始まるまでがすごい緊張するんですよね。このオープニング曲を流すまでちゃんと流れるかなとかっていう、こうなんていうか、そこまでがすごい緊張して、始まるといつも通り進んでいくんで、変なことしない限り、ミスらない限りは大丈夫なんで、はい、そんな感じでね、これからラジオ局に向かいたいと思います。次のねシーンは反省点というかね、今日の反省をしていきたいと思いますので、ぜひね皆さんラジオチェックして感想やコメント待ってます。はい、今終わりまして帰ってる途中です。本日もですね、たくさんのメッセージと、リクエストありがとうございます。僕のその動画を見てから、ね足を運んで聞きに来てくださって本当にありがとうございます。はい、今日ね、注力したというか、選曲結構注力したかなっていう感じで、トークはね、このね、前中編でも前半中編っていうのかな、話したと思うんですけど、トークに関しては別になんかこうワードさえ決まっていればだんだんこう話せるし、今回はですね、美しが原高原に行ったみたいな話と、カメラのそれぞれの単焦点レンズのサイズ焦点距離について話させてもらって、自分が得意なのはこことこれみたいな。でですね、リスナーさんからですね、メッセージいただいて、ズームレンズと単焦点の違いとか、センサーサイズとかの話について、メッセージ来たんですけど、ちょうどねやっぱり時間がギリギリだったんで、もうこのね話をするとめちゃめちゃ長くなるんですよ。でしかもやっぱり論争があるんで、フルサイズとか中盤とか、いろんなワードが出てきて、挙句の果てにやっぱりズームレンズと単焦点レンズの違いっていう話になってくるんですけど、めっちゃねやっぱりこう論争がやっぱり巻き起こりますし、僕は別になんかそんなに多分ね動画見てる方多分それについてちょっと話はしたんですけど、単焦点レンズとズームレンズはその使う場所とかそういう状況に応じて使えばいいし、作品に関しては自由にやればいいと思うし、要は何を撮りたいかって決めればいいと思うし、こう練習でやるんだったら単焦点レンズやっぱり自分が動いてこう動くとやっぱね見えてくるものって本当にあると思うから、だから昔の人は単焦点レンズからみたいな話してたのは納得だなっていうのが、ズームレンズで楽してるとは言わないですけど、その距離感とかをつかめるにはやっぱり単焦点レンズの方が楽しいですし、やっぱり普段見てるものがやっぱり違う見え方してくるっていうのは僕単焦点レンズかなと思うので、そこはねいろんな論争あるんでこうあれなんですけど、僕は単焦点レンズで自分で動いて自分が見える景色見えてるものをシャッターとかねで押したりとか、動画とかでもいいと思うし、自由でいいんじゃないですか。作品作りに関しては自由でいいと思うし、それがやっぱり人と同じのものを作ってたらやっぱり同じだと思うんで、その自分のね人にはない感性って絶対あると思うんで、その感性を生かしていただければなと思います。っていうのをねちょっと来週話そうかなと思うんですけど、やっぱり公共の電波使ってるんで、その両極端なね話はあまりしたくないし、僕自身もそんなに正直なところ自分の好きなものを使えばいいんじゃないですかみたいな感じです。むしろカメラに触れてほしいっていうか、いろんなものを撮っていろんなものを表現してくれればいいんじゃないですかっていう、すげえねこう仕事のために撮るとか撮らないとかって話じゃないし、趣味なら趣味とか自由に表現するっていうのが僕やっぱりなんていうんですかね、この自由に表現したことが認められているのがプロじゃないかなと思うし、プロとアマの違いとかちょっともうややこしくなってくるんで、要はもう好きなら好きこそものの上手なれじゃないですか。だって本当に思うんですけど、プロとアマチュアの違いもよく分かんないし、
なんかそれはまあね自由に表現するかしないかだと思うし、技術云々というよりはやっぱりその作品を見てなんかお金を出したいってなるのがやっぱプロなのかなと思いますし、お金を出してまでも依頼したいっていうのがやっぱそうじゃないですか。わかんないですけどね、ざっとなんであんまり真剣になんだろう、まあそんな感じです。まあそれがね、まあそのメッセージ来たっていうのがあったんで、この場で借りてちょっとね簡単に回答させてもらうんですけど、やっぱり時間が限られてるんでその回答は来週持っていこうかなと思います。はい。まあ先週はねすごい反省することばっかだったんですけど、やっぱりこう喋りたいこととか、まあ自分が思ってることとか曲順とか、まあ、曲順がやっぱりピシッと決まるといいっすね。まあ、1曲目はフローライダーのグッドフィーリング流して、まあ、一番それは狙ってたのはやっぱりテンション上げていくため、自分のこれからっていうので流しましたし、で、6時台はですね、月ヘルプやべもうその彼五木くんっていうねラッパー、まあ、上田市出身の子なんですけど、もうリリックがすごいなんだろう、ストレートで僕すごい好きなんですよね。五木でヘルプウィズボイスは僕本当に忖度なくいいなと思って書けました。はいね、曲作ってる人が知り合いだったりとか、五木くん知り合いだから書けましたじゃなくて、まあ、率直に言うと忖度なしでめっちゃいい曲だなと思って、久々に多分新曲出したと思うんですけど、なんか俺が偉そうに音楽語ってのもどうかと思うんですけど、本当にね彼のリリックはすごくストレートで言葉を着飾ってないからすごく刺さるんですよね。聞いてていいなって思うから書けたし、そういういい曲をねみんなに聴いてもらいたい。しかもね上田市にねいるから、上田市のね子だから本当にねマジでいい曲なんで、もっとねそういう子がもっともっとね表舞台に出てってほしいと思うし、ぜひねこの動画見てる方ねぜひ聴いてほしいなと思います。五木で、Help with Voice、 いや英語読み方やべえな。五木で Help with Voice を聴いてもらえればなと思います。マジこれはおすすめです。マジで来週もかけたいなとか思っちゃうぐらい僕はすごくいい曲だなと思ってます。はい、ぜひねインスタグラムでストーリーでその曲使うんで、めっちゃいい曲です。僕は、久々にいい曲に出会えたなと思いますし、本当にね久々の、ね、曲出してたからちょっと感動しちゃったな。で6時台はそれでエンディングは、ドラゴンアッシュの「ワイプ・イワ・アイズ」フィーチャリング持田香織を流したんですけど、これもこうしっとりと終われるようにって感じで、その間は、リクエストかけたりとか、自分がかけたい曲とか、あとはその曲の時間を見てです、分数見て大体分数が短いここはあんまり長くしたくないなっていうところはもう短い曲をパッと入れてかけるっていう感じで決めましたけども、そんな感じでね大体曲の構成は決めてます。それに慣れていっちゃうとちょっとつまんないで、また変化をもたらしたいなとは思ってるんで、僕は本当曲のチョイスはマジで時間かけますね。本当に午前中終わるぐらいじゃないかっていうぐらい本当に曲のチョイスは考えますし、多分その時のテンションとかによるし、言葉選びよりも多分曲かけることがすごく僕は考えますし、前後のねやっぱりことも考えるし、今旬なヒップホップとかパンクとか、そういう感じの曲は何だろうかなとか、話題の曲とかそういうのも結構チョイスして、本当に玄人好みの曲しかかけないです。それが僕の役目かなと思ってるんで、偉そうなこと言いましたけども、そんな感じでね今日は本当にうまくいったかなと思うし、で本当にね今日は何の日でマイケル・ジャクソンが亡くなった日なんですけど、やっぱねラジオでも言ったんですけど、ああいうエンターテインメントに新しいバンドね入れられるような存在になりたいなと思うし、本当に言ってるんですけど、映像クリエイターではありつつも、ラジオパーソナリティでありつつも一人のね人間、彩花としてね活動していきたいなっていうのは思ってるから、そういう点でそういうエンターテインメントを、ね、ちょっと頑張っていきたいなと思いました。改めてでも本当に楽しいっすね。本当に経験できないことを経験させてもらってるから、日々日常本当にねこうやって30日連続チャレンジで僕のね動画を知ってくれた人がメッセージくれたりとか、普通はありえないですからね。
で、ね、僕の動画見て感動してくれる人もいるし、やっててよかったなと思います。はい、結構ね僕みたいなのってねディスの対象になるんですけど、まあディスられてなんぼだし、やっぱりこう新しいことをするとねディスられるのは普通だと思うから、別にねその我が道を行けばいいかなと思ってます。はい、そんな感じで30日連続チャレンジもね終わりそうですけども、なんか終わりたくないなっていう僕自身の中でありますね。なんかこうやって毎日の思いっていうか毎日こう感じることとか思いってなかなかこう表現できないじゃないですか。それを言葉に変換して喋ってる時って楽しいなって思うし、自分の記録にもなるかなと思うので、本当にこれはね本当30日連続チャレンジって何回も言うんですけど、僕のそのラジオのトーク力を上げるために始めたことなんですけども、僕自身もすごく楽しんでていいですね。はい、楽しんでます本当に。なんで本当にやめたくないっていう思いもありますし、これがザ・ Vlog って感じですねっていう感じで、やっぱこう終わらなくなってくるので、今日はこんな感じで締めたいと思いますけども、僕のね30日連続チャレンジもあとこれで27日だから今日上がってれば28、29、30あと3日になるんですけども、僕のね行く末を見たい方はぜひねチャンネル登録とグッドボタンと通知をオンにして待っていてください。あと3日で終わるんですけども、全力で日々やっていきたいかなと思います。最近ショート動画もちょっとね上げてるんで、ぜひそちらも見ていただければなと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。また皆さん明日もお会いしましょう。それではまた。